皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は4月の大歌舞伎初日に来ました。今月はいろいろなドラマ物語があるので楽しみです。今日は4位から6位を発表します。それでは歌舞伎座初日、少し甘い模様ですけども中はあったかいでしょう。行ってみましょう。レッツゴー。これからランキングを発表します。私のランキング一幕見席用に作ってます。そして3つの観点で、私はランキングつけてます。一つは私のドーパミンが上がるか、ドキドキするかワクワクするか、それとも大きい感動を得たか。2つ目、私がもう一度見たいか。そして3つ目は、初心者の方にも見せたいかというこの3つの観点で選んでます。ただこれはあくまでも私の感想ランキングです。ぜひ皆さん自分の目で確かめてください。それでは今月のランキングを発表したいと思います。先月の忠臣蔵で本当に満員のお客さんというかチケットがもう取れない状態でしたけども、今月は程よく満員という感じでやはりたくさんお客さんが入っていて嬉しいです。あと今月は仇討ち敵討ちの演目も多かったです。小引町の仇討ち、あと彦山権現誓いの助太刀、そして無筆の出世、これが仇討ち系でした。ということでまずは4位から6位を発表します。第6位は黒手紙車の縦引きです。今黒手組車の縦引きが終わりました。ちょっと正直に言います。これはもう、好みがあるかもしれません。権九郎の幸四郎さんと白玉の米吉さん、ここまでは滑稽さと米吉さんのそのしなやかな美しさが出てとても良かったです。幸四郎さんこういう滑稽な役、まるでチャップリンのような滑稽な役やらせると、うまいと思いました。ただそこから次になぜか幸四郎さんが大谷の真似をして大谷のユニフォームとキャップをかぶってきて、そこも、受けてることは受けたんですけども、ちょっと私的にはなんでそこまでやるのかなと思いました。そして、スケロクのパロディの部分に入ってからちょっとスピードがまたガクンと落ちたような気がします。今日初日で結構プロンプター、後ろから言葉を伝える方の声も入ってました。傘を投げるのもちょっと失敗が多かったかなと思います。そしてまたこれも正直に言うとかっこいいスケロクを幸四郎さんがやってるんですけども、揚げ巻きを海春さんがやってます。ちょっと年齢的に難しいんじゃないのかなと。花のある揚げ巻きという形ではなかったです。パロディということで白酒屋を守るためにスケロクが活躍するんですけども、そこに利休の代わりに鳥居新左衛門、士官さんが出てきます。そしてスケロクが、逆にキセルを、足で与えられたりという本来のスケロクとは逆です。少し、そこのところも長かったかなという気がします。最後はこれは新左衛門の士官さん対スケロクの幸四郎さんというところで、華やかに、終わりました。これ実は川竹黙阿弥の作です。川竹黙阿弥がこれは世話物の助六と
いうことで、やはり助六は團十郎家、市川團十郎家の演目なんで、市川家以外の人もできるようにパロディにしたのかなと思います。実際幸四郎さんもやりながら、市川家の助六との比較を、語ってました。ということで、とても、黙阿弥にしては、少し古しい演目かなと思いました。確かに黙阿弥らしいいろんな役者の名前を言いながら幸四郎さんが華やかに語るところはありました。それも今回の役者さんの名前入れてるんで素敵だと思いました。あと最初米吉さんのやっぱり踊りがとても良くて、米吉さんの時に歌ってた清本の方の声もこれも素晴らしかったと思います。そういう意味では、部分的に聞きどころありますけども、全体的には、もう少しシンプルにスピーディーに、そして若々しくやってもよかったのかなというふうに思います。ということでどんどん日にちが経つにつれて改善されて良くなることを期待してます。黒手組廓の縦引きでした。そして第5位、これは一つの話が、2つの一幕水木に分かれているのでちょっと不利でしたけども、小引町の仇討ちの一幕目です。今小引町の仇討ちの一幕目が終わりました。いやー、最後染五郎さん見せましたね。うまく幸四郎さん、そして中車さんが引き立ててかっこよかったです。超絶染五郎さん、かっこいい舞台でした。月を見ながら父親、そして母親を思い出す父上、母上、私はいかがいたしましょうか、いうことを青い月の光に照らされて語ると、ちょっと笑ったような表情もありましたけど、苦悩を浮かべる染五郎さん、かっこよかった。この劇の中の名前は菊之助さんという名前です。その月に照らされる、またはこの宇宙の見ながらという意味では2つ思い出しました。一つは少し古いですけども、デビッド・ボーイがジギー・スターダストという歌を歌った時、とても中性的なアバンギャルドな格好をして歌を歌った時の衝撃、そして三左衛門さんがいざよい精神で月を見ながらだが待てよと表現する時の悪役の変わる時の美しさ、今回は若い一途なその少年が青年に変わろうとする、でもそこで苦悩を抱くというすごいシーンでした。この小引町の仇討ち、永井紗耶香さんの小説、私読みました。小説は最後ドラマチックなところを描いてから、なぜそれが起きたのかという謎解きの雰囲気を帯びています。この歌舞伎では時系列順に並んでました。最初にその菊之助の父親が錯乱して菊之助を切ろうとする。でもそれを中車さん演じる作兵衛が止める。でも止めてる途中でその菊之助の父親を殺してしまう、切ってしまう、そして逃げてしまうということで、菊之助の染五郎さんの仇討ちの旅が始まる。で
その旅の中で江戸に登ってくる。そして自分の母親、それを忍さんがやってました。美しいですね。母親の知り合いを頼って、それが、金次さんという幸四郎さんが演じてますけども、頼って歌舞伎小屋に来る、森田座に来る。本当に劇の中でいろんな昔の江戸時代の歌舞伎側の入り口の様子、そして勝太郎さんが演じてましたけども、蛍演じる張子さんというか、衣装を針仕事をしながら直す、でも役者も兼ねるという、そんなシーンもありました。そして上方から帰ってきた金次幸四郎さん、昔は武士だったけども今は芝居の作者をしている幸四郎さん。幸四郎さんが仇討ちなんぞくだらないとバッサリと切り捨てる。怒る菊之助さん。でも菊之助さんにきちんとなぜなんだと、武士とは何かと、菊之助さんは義だと答える。そんなじっくりと、実の親子ですけども幸四郎さんと染五郎さんで語ってみせる場面もありました。そして最後にさっき言った中車さん、敵討ち相手の作兵衛、実は父親の親友だったと。で実は父親から頼まれて、父親を殺したというところが分かってきました。いや本当に歌舞伎の昔の歌舞伎小屋で、何気なく四谷怪談のからくりの練習をしているシーンも出てきました。いやよくできていた。筋を説明しながら、登場人物も多いですけどもその説明をしながら、最後染五郎さんが超絶かっこよく見せました。さあ2幕目が楽しみです。以上木挽町灘討ち1幕目のレポートでした。そして第4位、第4位は最後の演目無筆の出世です。今無筆の出世が終わりました。神田勝利さんの講談を元にしています。なんと神田勝利さん自らが最初に出てきて講談のように始まりました。端的に言うと治助と文字も読めない男が最後は松山伊予守治助という勘定奉行にまでなると。そして最後は自分をなんと試し斬りの犠牲にしようとした自分の主人に対して最後は偉くなってから仇を恩で返すという話でした。その自分を相手に差し出そうとした、試し斬りに差し出そうとした笹与左衛門、鴈治郎さんがやってますけどもの息子を偉いポジションに取り立てるということで終わりました。講談シリーズ、以前荒川十太夫もこれも神田勝利さんの話だったと思います。それは忠臣蔵外伝のような話だったんで、いろいろ想像力が働きました。今回は純粋に独立した話なんで、しかも別に刀を使うわけでは全くない、立ち回り
も全くないということで、少し地味でした。ただその分勝利さん本人が出てきて、最初勝利さんが一人で語る、パンパンと優しく語る、そして勝利さんの言葉に従って人が動く。最初の10分ぐらいはその勝利さんの語りおよび語りプラス役者でした。そして船のシーンから実際の芝居が始まりました。本当にそういう構成はうまく幕と大道具を使って考えてありました。見てて立体的でした。こういう本当に勝利さんも言ってましたけども、真面目に愚直に、そして恩を恩で返す、それを超える仇を恩で返す、そこまで、真面目で文字も読めなかったのに砂に文字を書いて、マスターしていくというような役、松緑さん合ってると思います。そしてそれに息子の左近さんも最後に出てきました。途中その松緑さんの地助に文字を教える役、夏目早苗、これは中車さんが講演してました。中車さんが海老三郎さん演じる早苗の妻と一緒に優しく教えるという懐の深い役でした。ということで講談をもとにした無筆の出世でした。ということで、今月もとてもバラエティに富んでいて、踊りから物語、そして講談ベース、新作、古典、いろいろ混ざって楽しい好きです。そんな歌舞伎を深く知るために4月の17日、元国立劇場、そして元明治大学教授の神山明さんに世田谷文学館で昭和60年代前半を中心とした歌舞伎界の情報のお話をしていただきます。今話題の国立劇場の20周年の頃だそうです。楽しみにしてください。そしてぜひいいねをお願いします。いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も歌舞伎座で声をかけていただいて嬉しかったです。そしてぜひ皆さん感想をお書きください。もう今月も実はダブルキャストです。彦さん権現、誓いの助太刀、これは仁左衛門さんと幸四郎さんのダブルキャストです。ぜひあなたの感想、またはどんな歌舞伎を見たいかというような話をぜひコメント欄にお書きください。あと LINE 公式も毎週やってます。毎週月曜日に歌舞伎および落語の情報、文楽の情報、そういう物語の情報ですねを私が毎週発信してます。無料で見れるテレビの情報もお届けします。ぜひご登録ください。ということで4月も始まりました。4月の初日、歌舞伎座から失礼します。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは。